名優の演技をいかに僕が捉えてここにかけるのか、そこの対決ですよね。どうも浦沢直樹です。この YouTube チャンネルにしては早いじゃねえかよなんつってね思う人もいるかもしれないですけども、先月に続きましてね、今月はですね朝ドラの7週が11月30日発売なんですけども、最初に思いついたこのストーリーのところまでまだたどり着いてないんですよ、この朝ドラっていうのは。このあとたどり着くぞっていうところの、もう週刊誌で見てる人はちょっとえらいことになってるのをご存知かと思うんですけども、第7週結構えらいことになってますんで見ていただけたら嬉しいです。第6週の時も紙の本を買っていただいた方にやっぱり紙が好きフェアということでですね、このキャラクターを描いてくれっていうのにお答えして、リクエストサイン色紙というプレゼントをですね、最初5名様って言ってたんですよね。あまりの数が多いんで10名様に増やしたんですけども、今回も第2弾として皆さんにお届けしようではないかということで、紙の単行本購入の方にプレゼントということですので、僕の全作品の中からあの人を書いてほしいっていうのに対して全力を挙げて僕がお届けしますので。ただですね、前も言いましたけど、アトムに関してはちょっと僕アトムをちょっと書くのはちょっとさすがに気が引けるぞっていうのと、モンスターのヨハンは完璧な美しさがないといけないので、さっと書いた色紙ではちょっとあの美しさが出てないぞっていうとヨハンではなくなってしまうので、アトムとヨハン以外にした方がいいかもしれませんよっていうことはちょっと皆さんにお伝えしておきます。今回は朝ドラという作品にちなんでですね、僕の作品は脇役っていうものの活躍がほぼ作品の核を成しているぐらい、主人公よりも脇役の活躍が目立つんじゃないかというぐらいな作品が多いんですけども、いい脇役がいい活躍をしてくれることで主人公が立ってくるっていうぐらいの気持ちで書いておりまして、今日はですね、漫画における脇役の重要性、そして書き方、そういうのでちょっと皆さんに見ていただこうかなって思っておりますのでお願いします。
この絹代さんっていう女性は好きな男性がシベリアに送りされて、そのシベリアの地で亡くなったっていうことを戦後知らせを受けるような人生を歩んでる人で、彼がいつ戻ってきても分かるように自分の店の名前に絹代と名前をつけて訪ねてくるのを待っていた女性、彼が帰ってくるのを待っていた女性っていう、そういう人生を背負っているっていう人間を描くっていうことが脇役の描き方としてすごく重要な気がして、いわゆる主人公っていうのはまあもうその人生背負ってる人もいますけど、朝のように少女時代から描くと12歳17歳みたいな形でだんだんと成長していきますけども、やっぱりここに出てきてる大人たちはその長い人生のもうすでに背負ったものがあるみたいなもので、その人生を背負った形で表現するっていうのがあるんで、例えばこのように黙って目線をこっちに向けてるだけでクッと睨みを利かしたこの女性が一体どんな人生を歩んできたんだろうって想像するぐらいのものを描けるようにしたいなって僕なんかは思うんですよね。
この春日のおっちゃんも戦争で名パイロットで戦地を渡り歩いてきて、ここに今いるということは戦死せずに戻ってきた男っていうことで、数多くの若い兵士たちの命を乗せて、お前たちを死なせないって言って乗せてきたパイロットだっていうすごい自負がある男で、だけど戦地から帰ってみればろくな仕事もなく、戦時中の飛行機の空の英雄と言われた男が日本に戻ってきたら全然使い物にならないような形で、あるプライドの傷ついた男、ちょっとした屈折だったり挫折だったりっていうものを抱えているこの男っていう、そういったイメージを絵の中に込めるっていうね。だから演技もやっぱりそれに伴ってくるし、そういうの背負い込んだものをにじむように演技してもらう。これね、おかしいもんで、僕自分で書いてるんだけども、ここにいるこの春日のおっちゃんが演技してくれるんですね。でそれを僕が書き留めてる感じで、絹代さんもそうなんだけど、とってもやっぱりね、みんな名優なんですよ。でいい演技をしてくれるのを僕が損なうことなくここにちゃんと書けるのかどうかっていう、その感じですね。でこの役者さんすごいいい役者なのに僕の描写力が足りないんだみたいな、そういう時もかなりあって、そこの対決ですよね。名優の演技をいかに僕が捉えてここに書けるのかっていう感じね。だから、例えば第一巻で朝が家族を失って、それを助ける、俺についてこいって言った時の春日のおっちゃんの顔とか、最初は結構情けない男だったんだけど、あそこでガッて言ってあの演技できるんだって言って、あ、この人すごい名優だわって感心したりなんかしましたよね。脇にいる彼らがとってもいい演技をしてくれることで、主人公の朝ですとか宮子ちゃん、米ちゃんの若々しさがまた立ち上がってくるとか、そういうためにすごくやっぱり重要な人たちですよね。この年齢のいった人たちの重厚な演技ってやっぱりね、漫画にとってとっても重要なことなんじゃないかなって僕は思うんですよね。ちょっと年配の人を描く場合に、例えばよくやるこういう感じでよくこういうふうに皆さん描いてしまいがちなんですけども、これダメなんですよ。で年配の人を描くときに例えばもうこのシルエット的にこんな感じね。もう首描かない。でこんなシルエットでいくと、
ね、ここから入っちゃうともうここいけないんですよ。ただね、姿勢というのはその人のキャラクター、性格まで出すっていうのを考えますと、格尺とした年配の人っていうのもいるわけなんですよ。そうするとこの姿勢がダメと言ったけど、これもありの時があって、こういう老人もいるというね。そうすると頭かいて首かいて肩かいてもこの年配の人に表現にはなるんだけど、それはそういう性格をここですでに書いているということで、姿勢はほとんどキャラクター、性格につながっていくってことですね。はい、というわけで脇役って言っちゃうとなんか聞こえが悪いような感じがするぐらい、本当は脇を固める人たちがドラマを支えているんだなっていう考え方でドラマを作ると、厚みも出ますし深みも出ますし、すごく重要だなって思います。言ってしまえばこの世の人たち全てが全員が参加するっていうのが本来ドラマなのかもしれないので、いかにいろんな人を描けるかっていうことっていうのを僕は、大事なことなのではないかなと思って、いつもそれ心がけて漫画描いております。というわけでまた次回、次は一体何をやろうかな。なかなか考え込んでしまいますが、いろいろとトライしてみようと思います。またの機会をお楽しみに。